皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳ワフです。まだまだ暑いですけども、今日は9月歌舞伎座初日、9月秋山祭大歌舞伎に来ました。今日は菅原伝授手習い鏡の投資ということで楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。通常はランキングをお届けするんですけども、今日見てこれはランキングではなくて、初めての人にもきちんとストーリーを追って説明した方がいいというふうに感じました。ということで、まずは昼の部の序幕2幕目3幕目の解説感想を順番に話します。見た直後です。今鴨包みが終わりました。時代親王と刈谷姫が、密会をして2人で落ち延びていくという話でした。時代親王米吉さんやってますけども、男役の米吉さん意外と似合ってましたね。神妙な顔して、こめかみにシワがあるんじゃないかというぐらい神妙な顔をして、そしてほつれ毛にもなっていて、本当に天皇の弟、日陰者の身というのをよく表していたと思います。そして左近さんの刈谷姫、可愛らしく迫ってました。2人が密会をする牛車、牛車ですけども意外と小さいんですね。その中で、2人でこもって、密会をする、その手はずを整えた桜丸、その桜丸歌唱さんがやってます。奥さんの慎吾さんの親絵といいコンビです。その桜丸の歌唱さんのこの見え柔らかく決まるんですけども、綺麗な方でした。パシ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 ッと、要所要所で型を決めていくんで、そこもぜひご覧ください。そしてこの物語の発端、27分で終わりました。途中この2人の密会を暴こうとする三好の清面の亀蔵さん、意地悪というよりはコミカルにこれもやっていたと思います。ということで全体的に軽いほんわか、軽い少しだけ、ちょっと艶っぽい鴨包みでした。途中歌唱さん桜丸のわしゃもうたまらぬなんていうそういう艶っぽい言葉もありますので、そこら辺大人の方は楽しんでください。昔はもっとちょっと覗いたりしてエロティックにやったそうなんですけども、今はあっさりと爽やかに、少しコミカルに演じられています。河内の子に2人で駆け落ちした刈谷姫と時代親王、さあ物語はどうなるでしょうか。以上、最初の序幕鴨包みのレポートでした。今筆法伝授の場が終わりました。いやー、これは面白かった。ちょっと私初めて見たんですけども、想像以上に面白かった。いや、もう義太夫全開と、義太夫を味わうという場でした。そこに仁左衛門さんも出る。そして梅大丸の橋之助さんもいい味を出してました。そして武部源蔵の幸四郎さんがきちんと締めると、その奥さん戸波の時蔵とともに締めるという形で、いやー、本来地味な義太夫の場なんですけども想像以上に面白かったです。ストーリーはこれは
この場が始まって30分、12時10分に菅丞相の仁左衛門さんがついに登場しました。武部源蔵が菅丞相からこの、筆使い、筆法を学ぶ、その前にマレオという、コミカルな役の、吉太郎さんが習おうとするけども下手なんで相手にされない。でその、筆法を習うんだけどもその免許皆伝でと言われるんですけども、でも一回感動されている状態ですね。浪人になっている武部源蔵菅丞相から結局許してはもらえない。でもその菅丞相、自分の養子の刈谷姫と天皇の弟の親王が駆け落ちをしたのはお前が企んだんだろうという罪を問われて幽閉される。でもその最後、その幽閉されているところから武部源蔵が梅大丸と示し合わせて菅丞相の息子の菅秀才を連れてかくまうというところでした。そういうあらすじでした。聞きどころ見どころ3つあります。一つはその菅丞相の仁左衛門さんが出てくる、いや本当に座ったまんまで、ゴルゴ13顔だけの演技です。そこに蒼井太夫が語ります。この語り、蒼井太夫と仁左衛門さんのこのコンビ、チラッチラッと舞台を蒼井太夫鋭い目つきで見ながら、でも仁左衛門さんこの眉毛だけで、眉と目だけで演技します。武部源蔵に教える、そして武部源蔵を許すか許さないか、そこの、本当に掛け合いすごかったです。細かいですけどもオペラグラスで見てください。そして蒼井太夫も必見です。そういう義太夫を聞く、そして仁左衛門さんのこの細かい演技を見る。そして3つ目、この、幽閉された菅丞相から息子の菅秀才を受け取って逃げるというところ、幸四郎さん、幸四郎さんも義太夫節に乗って、結局許されなかった武部源蔵ですけども、でもしっかりと菅丞相に恩返しをする。寺子屋は何でも見てるんで、なんであんなに菅秀才を守んなくちゃいけないのかというのがこの筆法伝授の場を見て、よく分かりました。ここまでして、預かった大切な菅丞相の子なんだということがよく分かって、そういう意味では謎解きのように面白かったです。あとこの、筋書きですけども、今月からまた、役者の声がこのようにあらすじのすぐ後ろに載るようになりました。なおかつ今月 A プロが上段 B プロが下段という形です。よくそこら辺味わって読んでください。仁左衛門さんの言葉、菅丞相、途中筆法伝授で、その筆使いを武部源蔵に教えた後、天皇から、お呼びがかかって、出てく時、この自分の冠が外れるんですね。冠を落とすんですけども、自分の父親、先代の仁左衛門さんはこれなぜ落ちたんだろうというふうに考えながら花道を歩いたそうです。でも仁左衛門さん、これは良くないことが起こる証だということを明確に意識して花道を歩くそうです。そしてその歩く前に高部源蔵に早くここを去れと伝えて歩きます。
ということで、通向きの本来は地味な場ですけども、本当にこっちに出てくる寺役も想像しながら見ると、本当にドキドキしながら、こういうことかという場でした。以上、筆法伝授の場のレポートでした。今道明寺がありました。いやー、仁左衛門さん感動の演技でした。いやー、自分の、養女の刈谷姫が3度父親である仁左衛門さんの、菅丞相に、すがる。でも菅丞相はそれを振り切って、センスだけ与えて渡して今生の別れをしました。2時間の道明寺でしたけども、途中少し長くてどうなるかという気もしましたけども、盛り上がりました。道明寺初めて見ましたけども、結局この菅丞相が太宰府に流される途中で、河内の道明寺によると、それは菅丞相の、おばの家だと。でそこに実は刈谷姫が隠れていると。そこででも刈谷姫の姉の竜田の旦那とその親が菅丞相を生け捕りにして自分の手柄としようとするというこの菅丞相をめぐる騙し合いで、菅丞相は自分の身代わりの仏像、木の仏像も使って仁左衛門さんの菅丞相が何度も入れ替わり立ち替わり現れるという話です。でその刈谷姫、そして竜田の母親をやるのが覚樹海春さんです。いや海春さん、サンババアという役で、有名な役だそうですけども、本当によろよろとしていて、仏像を運ぶ時もこっちが心配になりました。本気となのか、演技なのか分かんない、境地です。そこは見どころです。仁左衛門さんも結構足が少し痛そうで、立ち上がる時、そして、狭いそのカゴの中に乗る時、そこからそれをくぐり抜けてまた現れる時、なかなか辛そうでしたけども、本当に最後まで、無事に演じられてよかったです。そういう意味でもハラハラします。そして仁左衛門さんの菅丞相が娘との刈谷姫との別れの時、左近さんの刈谷姫との別れの時も大粒の涙が出ていたような気がします。もう迫真の演技というか、もう憑依していたという仁左衛門さんならではの演技でした。途中笑いの場面もあるんですけども、そこはうまく芸達者な士官さんがしっかりと固めていました。ということで刈谷姫と別れて菅丞相が流されていく、自分で、歩いていく、その後を毅然とその菅丞相を捉えた判官照国が、颯爽と花道を去ってきました。さあこれからどうなるか、いよいよ夜の部が楽しみです。そういう意味じゃこの昼の部を見てよく演じられる夜の部を見ると、さらに夜の部が深く深く人生のあや、そして忠義の難しさ、悲惨さでも意義を味わえるんじゃないでしょうか。というところで素晴らしい迫真の道明寺でした。最後の青井太夫、
そして三味線の豊沢純一郎さん、もうすごい絶妙のピュンピュンという、不協和音も素晴らしかった。いやー、本当に全てが素晴らしかった道明寺、そして全てが素晴らしかったこの9月秀山祭大歌舞伎の昼延べでした。皆さんに2つお知らせをさせていただきます。大阪の松竹座も閉館という、衝撃のニュースも走ってます。国立劇場まだ再開に目処が立ちません。私は私なりに伝統芸能を応援して盛り上げたいと思ってます。1つ目、9月の25日の木曜日2時から、世田谷文学館ですけども、毎月やってる歌舞伎や伝統芸能のをよく知るため、より楽しむための、講演会を行います。元国立劇場におられた亀山明先生に制作者から見る舞台の裏表ということで、国宝でもありました曽根崎心中や、そして忠臣蔵のと役者についてお伺いします。そして9月の22日から27日まで電脳和風ウィークという公演を大阪・関西万博でやります。最後になって非常に盛り上がっている大阪・関西万博です。私の盛り上がる予想がぴったり合いました。ゴスペルイン文楽、そして大衆演劇、そしてバイリンガル落語、それぞれ一流の方をお招きしています。特に応援が今欲しいのは9月25日、カナダ人の坂原サンシャイン賞、日本の落語桂文枝さんの下で、修行を積んで、アメリカのブロードウェイや、ロンドン、世界で、日本の文化を広めてくれてます。こういう人を応援したいということで、ぜひ来られる方、または遠くからのクラファン的応援も募集してます。よろしければ応援してください。あと9月22日から27日、立ち見席、皆さん、万博のチケットあったら見られますので、ぜひお越しください。ということで、今日は変則的ですけども、菅原伝授手習い鏡の感想をお届けしました。ぜひいいねやチャンネル登録お願いします。あと LINE 公式をぜひご登録ください。毎週月曜日最新の情報をお届けしています。ということで、これからも伝統芸能、そして歌舞伎を楽しみましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それではまた。